どうもペロンです。今回は R タイプファイナル 2.5 のアップデートで開発可能になった新機体のナンバー 103SMGRF グランビア F をご紹介したいと思います。グランビアは海底大戦争というアーケードゲームの機体で、原作では水中しか移動できなかったようですが、今作では中身が次元戦闘機のため水中以外も航行可能になっています。フォースはフォースからもミサイルが発射可能という唯一無二の性能を持ったグランビアフォースが搭載されており、レーザーではなく全て魚雷による攻撃になっています。既存のフォースとは全く異なる特性を持っており、これまでの戦い方とは違う新しい戦い方の可能性を示してくれるフォースですね。赤の速射魚雷は一定の間隔で水平に進む魚雷を発射します。魚雷の発射間隔は一定間隔の発射のため、ゼロ距離発射しても DPS は上がらない仕様になっており、一発の破壊力はかなり低く、爆発の範囲も広くないというクソ装備ですね。使い勝手のいい装備ではありませんが、青や黄色の魚雷は赤の速射魚雷よりも使い物にならないため、弱いと言っても一番使うことが多くなるんじゃないかと思います。青の超音波魚雷は、魚雷が通過した場所に超音波で渦を発生させて攻撃を行います。ドリルフォースの竜巻レーザーを設置型の持続タイプにしたような仕様になっており、耐久力のないバイドは発生した渦に近づくと吸い込まれて倒すことができますが、耐久力のあるバイドに直当てしてもダメージはほとんどなく、うまく直当てせずに渦の部分を当てたとしても、耐久力のあるバイドに与えられるダメージなんてカスみたいなもんです。しかもこの超音波魚雷は発射されてから進み始めるまでかなりのラグがあり、非常にコントロールが難しく、耐久力のあるバイドや地形にぶつかってもすぐに次を発射することができないため、破壊力もない、使い勝手も悪い、稀に見るクソ装備ですが、赤と黄色の魚雷は雑魚を大量にさばくことは不可能なので、雑魚が大量に同じ場所を通るような状況では頼る場合もあると思います。黄色の三段魚雷は何かに接触するか一定距離進むと弾けて扇状に爆発を起こします。攻撃範囲が広いといえば広いですが、爆発までの距離とバイドの移動速度を正確に計算しないと当てられない上、攻撃範囲を優先すると連射ができないため、破壊力もない状態になってしまいます。標的に近づいて魚雷が弾けて拡散する前に直当てすれば、グランビアフォースの中で一番破壊力が高く、連射速度も上昇しますが、それでも破壊力が高いとは言えないため、扱いの難しさの割にそんなに使うメリットを感じない装備ですね。次はこの機体だけの唯一無二の特徴であるフォースを切り離した後の状態についてですね。フォースショットを撃つことはできませんが、代わりにフォースからも追加でミサイルが発射できる仕様になっており、波動砲のチャージ中も高い火力を出すことができます。フォースは切り離しボタンで引き寄せたり、引き寄せを中止したりできるため、フォースの位置調整がたやすくなっているのも特徴の一つですね。フォースを装着しない方が圧倒的に火力が高いため、防御を優先したい場面以外では、いかにフォースをいいポジションへ誘導できるかがグランビアを使いこなす上で最も重要なことだと思います。グランビアはレーザーの代わりに搭載されている3色の魚雷が全く頼りにならないため、メイン火力となるのはミサイルか波動砲になりますが、グランビアのみでクリアを目指すなら別のミサイルを搭載したグランビアを複数登録しておくことをお勧めします。ミサイルは対空ミサイル、魚雷、爆雷、追尾ミサイル、の4種類から選択可能になっています。手数勝負の殲滅力なら4発のミサイルが機体とフォースの上部から発射される対空ミサイル、単純な破壊力なら光子ミサイルの強化版といえる爆発範囲と破壊力を持った魚雷、小回りの利く動きと破壊力を兼ね揃えたどんなステージでも対応可能な追尾ミサイル、R タイプファイナル 2.5 のアップデートで追加された新しいミサイルの対空ミサイルと魚雷は潜水艦らしい装備ですが、フォースからもミサイルが発射できるグランビアでは攻撃の要となる装備なので慎重に選ぶ必要があります。個人的には新装備の魚雷が一番おすすめで、高い破壊力と敵の装甲を貫通して攻撃可能な大きな爆発範囲、そしてある程度距離が離れていれば攻撃対象をめがけて飛んでいく追尾性能を兼ね揃えた強力で頼りになる装備ですね。至近距離でミサイルを発射すれば回転効率も良くなるため、近距離と遠距離で違った使い方ができるのもミサイルの魚雷のいいところだと思います。ただし発射方向が右方向限定のため、どうしても左側に対する攻撃力が低くなってしまうのが問題ですね。波動砲は元ネタの海底大戦争のラスボスである人類総統システムユグスキューレの名が与えられたユグスキューレ波動砲が搭載されており、その名に恥じない非常に強力な破壊力を持っています。最大4ループのチャージが可能で、チャージを重ねるごとに波動砲の大きさと持続時間、破壊力が増加していきますね。基本的な仕様は圧縮波動砲に似ていますが、機体を上下に移動すると波動砲が波打つようになるのがこの波動砲の特徴で、渦の中心が地形などにぶつからなければ波動砲は消えることはないため、盾持ちの敵にも簡単にダメージを与えることができます。
波動砲を切り離した状態では、ミサイルの発射数が倍になるグランビアでは、波動砲のチャージも簡単に行えるため、ミサイルで雑魚をさばきながら波動砲をチャージし、ミサイルで対応できない状況になったら、波動砲で一掃するというのが、グランビアで戦う場合の基本戦術になると思います。ただし、波動砲のチャージにこだわりすぎると、事故死する可能性もあるため、ミサイルでさばききれないと思ったら、早めに波動砲を発射することをお勧めします。グランビアは正直あまり強力な機体とは言えませんが、個人的な見解としては、グランビアはあくまでもグランビアフォースを紹介するための機体であり、この機体を基準にして性能を考えていないから、この程度の性能にとどまってしまったのだと考えています。なぜなら、フォースからミサイルを発射するという機能は、究極互換機ではバルムンクを2発撃つことができるからですね。能力バランスを調整する際の基準をバルムンクにした場合、3色の魚雷のダメージを全て上げてしまうと、全体的に火力が高すぎるため、このようなアンバランスな仕様になってしまったのではないでしょうか。元ネタの海底大戦争の装備を再現しておいて、その火力が最弱クラスというのは納得がいかない方もいるかもしれませんが、バルムンクを2発同時に撃つことができる新しいロマン砲のチュートリアル機体としてグランビアを開発して遊んでみてはいかがでしょうか。では最後までご視聴ありがとうございました。またね。